不動産屋さんの階段へようこそ。これは今から20年以上前に知り合いの男性美容師さんが体験した話です。その男性を仮に浅井さんとしておきます。当時浅井さんが勤めていた東京の美容院では、新人や若手の従業員に研修を受けさせることがあったそうです。その研修は数週間、茨城県のとある湖のほとりにある施設で行われ、いろいろな美容院からたくさんの美容師が参加していました。浅井さんは特に技術研修のコースに参加したそうです。その研修施設なのですが、そこはもともと長いこと青少年の更生保護施設だったそうで、施設が廃止された後、その建物をそのまま研修などの合宿施設として企業や団体が利用していたということでした。ですから建物の窓にはすべて厳重な鉄格子が設置されてあり、周りには民家もなく、遠目にも暗く陰気で少年刑務所のような雰囲気が残っていました。さて浅井さんが初日その施設に入ると、中の壁や扉などは灰色、床も冷たいタイル張りでかなり古く殺風景でしたが、それでもたくさんの若手美容師が集まって賑やかでした。浅井さんが今夜から寝泊まりする部屋で荷ほどきをしていると、誰が言い出したのか早速、この施設ではよくおかしなことが起こるらしいという噂を耳にしたそうです。おかしなこととは何だろうと浅井さんは少し興味はありましたが、まあただの噂だと最初はスルーしました。ところがただの噂ではなさそうな出来事が少しずつ起きていきました。それは研修が始まって2、3日経ったある夜でした。深夜2時ごろ、研修生は全員昼間の慣れないカリキュラムを終え、すっかり疲れ果てて寝入っていました。そんな中、一人の女子研修生の A 子さんがトイレで目が覚め、静まり返った内廊下をトイレに向かって歩いていたそうです。廊下は非常灯が足元とかすかに前方を照らしていました。するとその廊下の先の部屋から人が出てきたのが見えました。どうやら A 子さんと同じようにトイレで目が覚めた男子研修生のようでした。一人で深夜に慣れない陰気な長い廊下を歩くのが怖かった A 子さんは少しほっとして30メーターくらい後方から前の人の後を歩いていきました。するとその前を歩いている人は男子トイレを通り越していきました。A 子さんが「あら、トイレに用じゃなかったのか」となんとなく妙に思っていると、前方の人影はそのまままっすぐ進んでいき、廊下の突き当たりでふーっと見えなくなったそうです。あれ、他の部屋に入ったのかなと A 子さんは思いましたが、深く考えずに手前の女子トイレで用を済ませて自分の部屋に戻ったということでした。そして次の日の朝、A 子さんは驚いたそうです。昨夜の廊下の突き当たりには入れる部屋などなく、隠れる場所もなく、窓すらありませんでした。つまり後戻りする以外にどこにも行かれないどん詰まりだったのです。A 子さんは狐につままれたようになり、自分が見た人影はどこに行ってしまったのかと背筋が凍りつきました。その人影が消えた突き当たりの空間そのものが以前は窓のない部屋だったようで、物置だったのか何に使われていたかは謎でした。この話は瞬く間に研修生の間に広まったそうです。
すると他の研修生の中でもおかしな出来事があったことが分かりました。それは意外にも昼間の研修中に起きていました。その研修の内容は一種の伝言ゲームのようで、教室の一つに子供が遊ぶようなカラフルな積み木があり、最初に研修生の一人がそれを好きな形に積み上げて部屋を出ると、次に入ってきた研修生がその積み木の配列と形を記憶して最初の研修生にその記憶したことを伝えるというものでした。さて、まず最初の研修生が積み木を積み終わり、そこで次の研修生が部屋に入りました。すると積み木が全部崩れて床にバラバラになっていました。どうして崩れたんだと研修生は驚きましたが、積み木を積んだ研修生に伝えると、積み方が悪かったのかなということになり、やり直したそうです。すると2回目も積み終わって次の研修生が部屋に入ると、積み木はめちゃくちゃに床に散らばっていたのです。バランスが悪くて崩れたというレベルではない散らばりようだったそうで、1回目よりも2回目の方がひどい状態でした。その後も別のチームが積み上げた積み木も次の人が部屋に入ると崩れてバラバラに散らばっていました。何度やっても積み方も単純な崩れようのない形にしても、次の人が入ると必ず積み木はめちゃくちゃになっていて、どんどんその散らばりようもひどくなっていきました。さすがにこのカリキュラムに参加した研修生たちは気味が悪くなって途中でやめてしまったということです。そしてみんなでこの施設には見えない何かがいて自分たちの邪魔をしているんじゃないかと噂したということでした。浅井さんが記憶している出来事はこの2つが大きいことでしたが、他にも小さな妙なことはたくさんあったといいます。やはり夜に誰も使っていない部屋の前を通ると、その部屋から人のひそひそと話す声が聞こえてきたり、また物が落ちるようなガシャンという大きな音がして、驚いて中を確認してみると何も落ちていない、などなど事故物件などでよく起きる現象がありました。元青少年の更生保護施設といえば聞こえは良いですが、少年刑務所の次に収容される施設ですから、この施設に入れられた少年たちの怨念や苦悩がそのまま残っていてもおかしくはありませんでした。中には施設内で命を絶った者もいたはずで、かなりのいわくつきの施設だったのです。不思議にもそういった施設だったからなのか、カリキュラムも前もって決まっていたにもかかわらず、時間に余裕が出るといつしか内容が追加され、新人に対するものはまるで囚人に課すようなものも出てきました。ある日、湖の湖畔に新人を集めて整列させ、湖に向かって声出しの訓練をさせていました。それは一昔前の運動部のしごきのようで、浅井さんは技術研修生だったので参加はしませんでしたが、なんでこんなことを美容師の研修でやる必要があるんだと冷めた目で見ていたそうです。でも参加者はみんな美容師になりたての新人でしたから、素直に従い湖に向かって叫んでいました。そしてしばらくみんなで声出しをしていると、その中が急にざわざわとしてきたそうです。浅井さんは訓練の様子を見ていたので、どうしたんだろうと気になりました。するとその叫んでいる研修生の女子の一人が急にうずくまって苦しそうにしていました。周りの研修生たちが驚いて、大丈夫大丈夫とその女子研修生に声をかけていました。それには何の反応もなく、その女子研修生は突然とうずくまりながらうなり出したのです。
そのうなり声を聞いてみんなぎょっとしました。それはまるで低い声の男性がうなっているかのようで、若い女の子の声では全くありませんでした。そばに駆け寄った研修生たちもその声に不吉なものを感じたようで、思わず一歩退いたくらいでした。その女子の姿は誰の目にも何かに取りつかれているように見えました。これはトレーナーに知らせた方がいいなと浅井さんが思った矢先でした。その新人研修生の中から別の女子研修生がうなっている女子に駆け寄りました。そして周りの研修生たちに「誰か塩を持ってきて、早く塩を持ってきてください」と叫んだそうです。何が何だかわからないまま研修生の幾人かが施設に戻り、大急ぎで塩を持ってきました。するとその女子は塩をうなっている女子に振りまき、お経なのかおまじないなのか何かを唱え始め、背中を叩いたそうです。何回かその動作を繰り返していると、うなっていた女子はふーっと息を吐いて我に返ったということでした。お経を唱えた女子はおそらく霊感が強く、お祓いができる人だったようでした。うなっていた女子は突然自分の体の中に何かが入り込んできて苦しくなったそうで、ちゃんと自分が何をしていたかの記憶はありました。その場はしばらく騒然となり、まさか自分たちにも同じことが起きるのではと、みんなこの施設にいることが不安になりました。でもそれから間もなく研修課程はすべて終了し、浅井さんたちは施設を離れることになりました。もうこの時点で浅井さんはここは絶対近づいてはいけない場所だと分かったので、とにかくほっとしたそうです。去る時もどんよりと曇った空でしたが、施設を離れると晴れ間が見えてきたそうで、その時浅井さん自身も我に返ったような感覚になりました。浅井さんは今から思うと、あの元更生施設だった建物全体が呪われた場所だったのかもしれませんと言っていました。この元青少年更生保護施設のような場所が廃墟になると、心霊スポットにもなるのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。